にちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は皆さんの人生を根本から変えてしまうかもしれない極めて重要な宇宙の転換点についてお話をします。この時期の12星座別の必須の改革ポイントも最後にお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。さて早速今日のテーマなんですが、実は変革の星、天王星が約7年間にわたるお牛座の旅を締めくくろうとしています。そして2026年2月の4日、この天王星がお牛座で順行に転じます。つまり逆行が終わります。そうするとここからはめちゃめちゃ早くて4月の26日まで、これ最後の3ヶ月間お牛座天王星期というのを過ごすことになります。そして次に天王星がお牛座に戻ってくるのはなんと76年後、2102年の4月なんです。つまり私たちの人生においてはお牛座天王星期のパワーを直接受け取れるのはこれが最後のチャンスなんです。お牛座というのは最も改革が必要な場所ですのでね、この3ヶ月間の過ごし方が皆さん私のこれからの数十年を決定づけていくということになります。2018年5月にお牛座天王星に入りました。そこから7年ちょっとですね、この時期を振り返ってお牛座のテーマで改革してきたこと、この総仕上げの3ヶ月でもあります。で、ここで皆さんにお伝えしておきたいのは、これまで何をやってもうまくいかなかったという方も安心をしてください。ここは大逆転のチャンスです。そして今幸せを感じている方は、その意識をさらに上昇させ、拡大させ、飛び上がるようなワクワクと情熱とモチベーションにあふれた人生へと変容していく時です。天王星に愛され応援されると常に人生が良い方に改革していきます。これが新時代の準備ということになりますので、ここを整えていきたいと思います。で、まずこの期間天王星が問いかける真の優勢事項について確認しておきましょう。お牛座天王星期まだ続くこの3ヶ月、この中で私たちは安心感、変化、そして不確実性、この関係を再定義する機会を与えられると思ってください。これは2018年の5月から今日までの間に経験してきたことや出会ってきたことの中で失敗したと思っていることや成功したと思っていることを全部含めて振り返ることで明確になっていきます。これまで当たり前だと教えられてきた価値観と比べて皆さんにとって本当に大切なものは何かこの7年で変わってきたはずです。自分にとって真の優勢事項は何かということも薄々気づいているはずです。そして豊かさ、富とはどういう意味か、他人にとっての意味ではなく、押し付けられるものでもなく、あなた自身にとって何を意味するのか、その問いかけを徹底的にするのがこの3ヶ月です。そして、お牛座がもたらした地球と価値観の激震についても再確認させられます。この天王星が土の不動級であるお牛座に入って以来、この7年ちょっと天王星は地球を揺らしてきました。地盤を緩め、地球を揺らし、土地と人間の関係、それから私たちの体と土地の関係、体と人間のマインドの関係を根本から変革してきました。そのようにして私たちの地盤は揺さぶられ続けてきた7年間です。自然災害、パンデミックもその一つでした。で、さらに、お牛座が司るのは金融システム。ここにも大きなメスが入りました。キャッシュレス化、仮想通貨の普及。これはより持ち物を少なくしていこう、手放す方向へのシフトが起こっていたということです。それからお金という重い概念自体ももっと軽くすることで、宇宙は私たちに持続可能な、そして新しい時代の価値観に準備する、そういう理解を呼び覚ましてきた期間でした。そして4月の26日までにでは終わらせるべき未完成の仕事とは何かということなんですけれども、天王星は2026年の4月の26日に双子座に入るわけです。そうするとですね、2032年から33年ぐらいまでずっとそこにいます。
で、そこに移るまでに私たちのこの7年間の旅を締めくくって、もはや自分の魂と調和していないもの、これ以上持続不可能な部分を完全に明らかにしていく必要がある3ヶ月なんです。なぜならば、双子座に移動すると、天王星は思考とか二次元性とかコミュニケーションっていうものを象徴する、サインに入りますので、焦点は心へと移っていきます。私たちが何を信じて、どう情報を扱って世界観を形成していくのかが問われる時期に来るんです。その前に、どこまで皆さんの持ち物を軽くしていられるか、これが本当に大事なんです。お牛座の領域であるあなたの資源、あなたの安定、あなたの持ち物、これを改革しましょう。終わらせておく必要があります。そして、あなたの成長を阻むですね、阻止しようとしてしまう快適な領域からの脱出を試みる必要もあります。いつも私のコーチング講座で言うんですが、ミラクルは常に快適な領域を超えたところにある。その outside of comfort zone にしかミラクルは起こらないっていうふうに教えてるんですけれども、今皆さんが注意し意識すべきことは、成長を阻むような変わらないでいられる安心快適な領域や場所や人間関係に執着しすぎていないかということなんです。なぜそれを求め続けてはいけないのか、それはもうそうやっていくと、これからの時代、そこには安心と快適さは決して生まれないからです。なので、下記を今から言うことを確認してください。まず、風の時代にも真の安心感を与えてくれるものと、そうでないものの区別は皆さんついていますか？ついてないなら取り組みましょう。自由、豊かさ、持続可能性はあなたにとって何を意味しますか？明確でないならば、はっきり明確にしていきましょう。この最後のお牛座天王星期間は、時代遅れの執着から本当に解放されて、地球、体、そしてあなた自身の可能性っていう資源、アセットとの新しい関わり方を発見するための招待状が送られている期間です。で、個人的に天王星のエネルギーを受け取るために、特に今から言うことを確認してほしいんですけれども、自分にとって本当に大切なものは何か、財産とか不動産とかお金、会社を経営しているとか人間関係、今ある貯金、いろいろ子供との関係、たくさんある人からの信頼、いろいろあると思うんです。で、皆さん、それらは全部価値だから、ないよりあった方がいいって思ってるんだとしたら、それはもう全くもって土の時代の考え方です。持てば持つほど幸せから遠ざかっていくのが風の時代。なので、天王星双子座期に入る前に、そこに行くともう軽い人生が財産になってくる。執着してホールドしすぎたものを持ったまま突入する人は、逆に負債、借金を生んでいくかもしれません。例えば、持ってないより持っていた方がいいかと思って頑張って経営し続けてた会社みたいなものが、それがあるから負債を生むとかですね。ここは安心できて認めてくれるからと思っていた人間関係があるから、あなたの人生を重くしていて、もっと上に上がろうとしている人とつながれなかったり。だから、つまり何よりあった方がいい人間関係もお金も、お金はあった方がいいと思ってるかもしれない。これもね、ちょっと実は違うんですが、またこれいつかどこかでお話をしたいと思いますけれども、どういうふうにして作ったお金かによって、それは軽やかなお金かそうじゃないかが分かれるので、軽やかじゃないお金はそれを持ってることで負債を生むっていう可能性があるんですね。ここは深いお金の話になりますが、ちょっと今日はコーチング講座じゃないのでそこは飛ばしますが、でもとにかく本当に必要なものっていうものを見ていくことが大事なんです。地球の土壌も見てほしいんですが、今はどんどん建物が立ち並んでいったので、土が減っていきました。循環がしなくなっていった。だから洪水や地震が起こっていますね。私たちは洪水ってやっぱり水が流れなくなってるからですけれども、土がないのにもう染み込む場所もない、流れ出る場所もないわけです。私たち人間が持ちすぎてしまったことへの警告でもあります。だから私たちを縛り付けている、持ってないよりは持っといた方がいいんじゃないのっていう思考パターン、それから他の人のルールで生きている自分自身、こういうものに気がついていく必要がある時です。
そして価値観の改革を試みるということはもうこの3ヶ月必須です。で、そこで皆さんにとって絶対やっていただきたいのは1番、2番、3番まで、もう3つまではいいでしょう。本当は1個がいいかもしれないけど、3つまであなたにとって一番大事な価値観っていうのを整頓してください。そしてその3つだけを持って双子座天王星期に突入をしましょうということなんです。個人的、経済的、精神的な過去の基盤を疑いながら新しい時代への価値観っていうふうにフレキシブルな柔らかい思考を持ってその3つを見直してほしいと思います。私がいつもお見せしているこのシンボルが降りてきてからこれでミラクルを連発私もしているわけですが、七芒星に守られて、ここから始まったセプタグラムソウルジャーニーコーチング講座、これはちゃんと日本でも登録商標されたコーチング講座ですが、本当にこの風の時代への移行期、すごくたくさんの方に受講していただきました。この講座ではまさに風の時代の価値観に合わせて人生計画をするために受講者に100個の価値観をリストを渡すんですね。それを並べ替えてあなただけの優先順位を作るっていうトレーニングをしていただいています。これをしとくと本当に人生は軽やかになります。天王星のエネルギーは不安定に感じることが多々あるんです。でもだからこそ呼吸法とか自然の中で過ごす時間とか自分の体にコネクトする時間っていうのもとても大切ですので、よりこの3ヶ月は自分の体をいたわるということもしてください。そして何かあったらもう書き出しておく。その振り返るために文字で書き出しておく、ジャーナリングしていくということもとても必要です。そうするとどこに変化が必要かというのが見えやすくなってくるかと思います。これは私の教えている新時代先生術で使うマットですけど、ここに新時代先生術を習った方にお渡ししている表みたいなのがあって、それをここに当てはめてくるくる回していくとですね、常に今の天体の動きを読み取ることができるという表なんですが、こうやって改めて見るとやっぱり縁なんです。だから私たちは例えば天王星が牡牛座に入りましたって言った時に、この牡牛座の位置が双子座からするとこの角度だとか、ヤギ座からするとこの角度だとか、例えばサソリ座からすると真向かいだとか、こういう位置関係にあるんです。新時代先生術ではこういうふうにしてこの円の中でそれぞれの天体、それぞれのサイン、星座がどういう角度で当たっているのかということから全てを読み取ることができます。そのテーマでですね、最後に12星座別の絶対にこれはもうやらなきゃいけない改革だから、今から言うテーマでどう自分が改革すべきかっていうのはジャーナリングをしてみるということをこの3ヶ月以内にやってください。で、ちなみに今から言うのはもうわからない場合はもちろん太陽星座で見ていただいて結構です。ですが、私のセッションを受けたことがある方には、新時代先生術では太陽星座じゃなくて、ご自身のこのホロスコープ全体のエネルギーを、見るやり方があって、その中で一番強い星座は意外にも太陽星座じゃないことの方が多い。ということで、本当はこっちっていう話をよく皆さんにしているんですが、それを知っている人はその星座を見てください。でも、わからない人は太陽星座ももちろん大事ですので、そのテーマで見ていただきたいと思います。お羊座、安心感の生まれる、場所に関してのその基準、安心感とは何かというところをちょっと考え方を変えてください。これ全部考え方を変えるべきことを今から言っていきますよ。牡牛座はオリジナリティへのこだわり、双子座は持続できない理由、蟹座はネットワークにおける価値観、獅子座は責任感についての考え方、乙女座は成功の定義を変える、天秤座は信頼を得ることの意味を見つめ直す、さそり座は人間関係のバランスを変える、いて座は生活のリズムの作り方を変容させる、ヤギ座は表現方法を変えてみる、水亀座は貴族意識についての考え方を変える、魚座は伝え方を変えていくということです。ではこのセプタグラムソウルジャーニーリーディングの、カードから皆さんに、今日これを見ている皆さんに伝えてほしいメッセージを1枚を
なんと、海王星のカードがね、天王星について話してますが、海王星のカードが出ました。今、海王星が、本当にもう人生最後の皆さんにとってそうでしょうという、お羊座に入りましたよっていうお話も別動画で上げていると思うんですが、そのことと関係しているということですね。天王星、双子座期も、お牛座期も、やっぱり皆さんにとって人生最後。こんな風に今、人生最後のことが起こってるのが2026年なんです。ずっと前から言ってきました。2026年が誰にとっても人生最大の転換期です。私もこんなに長く先生術をやってるけど、人生最後って言葉をこんなに何回も言っている年はありませんから、それぐらい天体の移動が今ここに密集しているということで、つまり変えたい人は人生変えれる時です。なので、この天王星はね、私たちに変化を恐れる必要はないということを教えてくれてるんです。変化っていうのはまさに人生のリズムです。皆さんの魂が目覚めるための鼓動みたいなものなんですね。なので、執着を手放す、新しい場所に移る、新しい思考を持つ、考え方をちょっと丸のまま変えてみるというのは、とても素晴らしいことです。なので、ぜひそこに不安を感じるのではなく、より鮮やかで色とりどりの人生に向かっているんだというふうにワクワクしていただきたいと思います。ということで、もちろん今 YouTube で本当にこの時期にたくさんの方から個人セッションの依頼をいただいております。今年もまだ引き続き、個人セッションの、お申し込みは受け付けております。どこかで私も移行していこうかなと思ってるんですが、2026年はやっぱり必要な人が多いと思うので、セッションもしておりますし、クラスも、そしていつも言ってるコーチング講座、幸せ革命マニフェステーション実現プロジェクトなども提供しております。本当にそこでたくさんの同志と出会って、今日本、海外いろんなところでつながりながら、この教えをみんなで世界に広めようということが、動きがね、どんどん広がっております。日本ではですね、ちょっと私はいけるかどうかわからないんですが、いつも言ってるこのセプタグラムのカードリーディングの、大きな、マルシェもゴールデンウィークぐらいに予定しておりまして、日本にいるプラクティショナーの方たちが今準備を進めております。まだまだお腹は募集しておりますので、ここで変わりたいと思う人はぜひお待ちしております。インスタグラムやノートでもさらに詳しいものを出しておりまして、特に今回の12星座別のアドバイスもノートの方ではもう少々有料になる部分もあるんですが、もっと長いどっぷりとした解説を出してますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで、素敵な一日を。